皆さんこんにちは、せっこちゃんです。今回のモチーフはスプーンです。スプーンは形が単純そうですが、結構難しいです。一緒に頑張ってみましょう。今回動画を上げるにあたって何回もスプーンを書き直しました。なぜかというと一つ目に形が難しいです。台から少し上がっている向き、細くなっているつなぎ目部分、台から少し浮いている絵の部分、これらをきちっと表現することが難しいです。デッサンをやる前にこのように何度もスケッチをしてみましょう。第2にスプーンの映り込みの金属表現が難しいです。映り込みをしっかり描きすぎるとそこだけ目立ってしまい、自然な感じが出なくなるので注意です。まず大きく全体を捉えます。薄いですが厚みを捉えます。内側のカーブに沿った面を捉えます。絵の面を捉えます。このように捉えることができました。この面を参考に立体感をデッサンで表現しましょう。手前と奥はこのようになります。ですがスプーンは小さいのと丸い部分が目立っているので、手前と奥を描き分けづらいですが、立体感を表現するために手前と奥を意識してみましょう。スプーンの先、丸みカーブ、つなぎ目、絵の先の部分に印をつけます。中心の線も一緒に描いてガイドにします。修正しやすいよう優しい力で描きます。つなぎ目の部分はこのように逆三角形を作ってから絵を描くと描きやすいと思います。少々末広がりに絵を描きます。厚みを描きます。一度練り消しで薄くして細い線で形を捉え直します。左右対称っぽく見えるか、まっすぐな線になっているか気をつけます。厚みはすごく丁寧に細い線で捉えます。スプーンの大まかな映り込みを薄く描きます。目立つ光や部屋の家具の映り込みなどを先に捉えます。丸みの面に映り込みを乗せる意識で描きましょう。絵の面を作っていきます。絵の長さが出るような面を作ります。手前側の線を強く濃く描きます。丸みの中にも面を作っていきます。細かい映り込みを描き足したり、グレーのグラデーションで丸みを表現してみましょう。この丸み部分は目立ってきますのでよく観察して映り込み、グラデーションを描いてください。しばらく描いていきます。一度ぼかして練り消しで薄くします。影を描くので位置を決めます。影を水平に描きます。水平に描くとモチーフが台に乗っているように見えます。台と接している部分の影は濃く描きます。
浮いている部分は薄くします。ぼかして影をまろやかにします。影を描きながらアウトラインを整えます。厚みを描きます。縦の線も忘れずに絵の金属表現をしていきます。下側は少し横に幅広いので、その部分を強めに描いていきます。金属はつるっと感が大事なので、スケッチブックの凸凹をなくすように鉛筆を立てて描くと良いです。絵は長めの線を入れます。光る部分も意識しながらグレーを入れます。5B の鉛筆で強めの線を入れます。丸み部分の金属を描きます。蛍光灯の光を細い線で描きます。カーブに沿ってタッチを入れます。形状を丁寧に描きます。スプーンによっては映り込みがあまり見えないものもあると思いますが、光は反射してキラッとしていますので、光の映り込みやカーブを捉えてみましょう。鉛筆は必ず尖らせましょう。短く強いカーブの黒を入れます。あまり映り込みがない場所は描きにくいですが、タッチを入れて丸みを表現しましょう。そろそろ仕上げになります。手前側のカーブを強めに描いて、完成しました。いかがでしたでしょうか？スプーンは見た目の何倍も難しいモチーフでした。デッサンの前にスプーンの形を何度もスケッチしましょう。金属の表現は紙の凸凹をなくすとつるっと感が出て良いのですが、間違えた時やり直しが大変なので慎重に描きましょう。この動画が参考になりましたら幸いです。それではまたお会いしましょう。